何万ダブツ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 何万。皆様改めてようこそですね、本日は朝参りにお参りくださいました。前回の朝参りではこちらのですね、私たちの誓いの一つ目の文章をご一緒に味わってみました。和言愛語という内容でした。穏やかな顔と優しい言葉を大切にすると。そうした和言愛語という内容でしたね。穏やかな顔と優しい言葉を大切にしながら1ヶ月過ごしてみませんか。そのような形でですね、終わらせていただいたかと思いますが、1ヶ月いかがだったでしょうか。和言愛語で過ごすことはできたでしょうか。和言愛語を日々心がけるとですね、自分のその言葉遣いとか、表情に意識が向くようになると思うんですね。いかんいかん、険しい顔してたなとかね、ちょっと荒っぽい言葉遣いになってたなと。そのように自分の表情とか言葉遣いに意識が向いて自覚的になるかと思うんですね。でそのように意識するとですね、自分の言葉遣いがどうなっているか意識すると。そして表情がどうなっているかと意識するとですね、それを直すことができますね。険しい表情をしているなと自覚できれば、穏やかな顔に表情にすることもできますし、また荒っぽい言葉になっているなと自覚できればですね、優しい言葉遣いをしようかな、そのようにも心がけることができます。ですから和言愛語ということを意識すること、そしてそれを習慣にするということがですね、とても大切なことですよ。そのようにですね、この私たちの誓いの一つ目には示されているように思います。で、これはこの私たちの誓い全体を通して言えることなんですけども、習慣というのがですね、大きなテーマとしてあるんじゃないかなと思います。習慣ですね。ここにある全ての内容はですね、私たちが日々生活していく上で、心がけるといいこと、また習慣にするといいこと、そうしたことがですね、記してあると。そのように考えるとですね、とてもわかりやすいですし、また日々の生活でそれを実践することもできます。では今日はですね、この2つ目のところ、こちらの内容をですね、皆様と少しご一緒に味わっていきたいなと思います。ご一緒にですね、唱和させていただこうかと思います。むさぼり、怒り、愚かさに流されず、しなやかな心と振る舞いを心がけます。心安らかな仏様のように。むさぼり、怒り、愚かさに流されない。そしてしなやかな心と振る舞いを心がける。そうした習慣についてですね、この2つ目は書かれております。で、ここにはですね、むさぼり、怒り、愚かさという言葉が出てきますね。仏教、仏法にですね、長く触れられている方は、このむさぼり、怒り、愚かさという言葉聞かれたことありますかね。聞き覚えありますかね。この3つで何ていうかご存知ですか。聞かれたことありますかね。花田さんが今考えてありますかね。三毒の煩悩と言います。三毒の煩悩となんか聞いたことがあるなという方もね、おられるんじゃないかなと思います。煩悩というのはその言葉通りですね、悩み煩うものというのが煩悩という言葉ですね。この心身体とか心を悩み煩わせるものの全体をですね、煩悩と言っております。で、その煩悩というのは毒のようなもので、その代表的なものが3つ。むさぼり、怒り、愚かさ。この3つだと言われてまして、それで三毒の煩悩。3つの毒の煩悩と言われてるんですね。三毒の煩悩。で、このむさぼりという言葉。この言葉ですね、どんなことを思い浮かびますかね。むさぼりというのは意味はですね、もっともっと欲しいという、そういう心のことです。もっと欲しいな。むさぼりというとどういうイメージされますかね。どんなことがむさぼりだなと思われるでしょうか。いかがですか。むさぼりというと欲ですね。欲ですよね。そうですよね。欲、むさぼり。他にもいかがですか。そうですね。そうですね。お腹が空いた時に
欲しいな、食べたいなって、そういう欲求もそうですよね。本当そうだと思います。ありがとうございます。食べ過ぎとかね、そういうイメージもあるかもしれません。もうお腹いっぱいなのにもかかわらず、例えば冷蔵庫を開けて食べ物を探してしまうとかね、お腹が空いてしょうがないんで何か食べたいなと思う。そういう心もむさぼりの心ですね。そうです、そうです。自分だければ、そうですね。むさぼってしまうがゆえに自分が良ければいい。そういうこともむさぼりの心ですね。私もね、子供がおりますが、よくおもちゃ一つをめぐって喧嘩します。私も多分子供の頃はそうだったと思いますし、やっぱ一つのもの、いいものがあったらそれを奪い合おうとしてしまう。そういうものが人間の、差が性質というものとしてあると思いますけどね。おっしゃるようにですね、こう奪い合おうとするそのむさぼりっていうんですかね。そういうものもむさぼり、貪欲、むさぼりですね。そうしたもっと欲しいと思う心がむさぼりで、そして自分の好きなものとか欲しいものを手に入れたい、近づけたい、そう思うのがむさぼりですね。で、二つ目、怒り。これはそのままですね。怒りの心のことです。どんな時に怒られるでしょうか。長澤さんとかって怒られたりすることありますか？時々。どんな時に怒られます？やっぱり自分の思うようにならない。そうですね。思うようにならない時ですね。ありがとうございます。そうですよね。思い通りにならない時にやっぱり怒りの心が起こってるんだ。今そういうふうにおっしゃったんですけど、これはなんかやっぱり仏法を聞かれた方の答えだなとすごく思います。やっぱり自分の思い通りにならないから起こっているんだというふうに、そのようにちゃんと捉えられているところが素晴らしいことではないかなと思います。起こっているのはあの人がこうしてくれなかったせいだと。ついつい人のせいにしてしまいがちですけれども、そうではなくて、自分がこのようにその人にしてほしいなと思っていた思いがあって、その思い通りになってないから自分が怒ってるんだと。そういうふうにね、捉えられているっていうのが本当に仏教的な捉え方だなと思います。で、この怒りというのはですね、自分の思い通りにならないところから起こる心のことで、嫌いなものをまた遠ざけようとするような、そういう心にもつながっていきます。あの人ちょっと嫌いだな、ちょっと遠ざけたいなとかね、このことはちょっと自分は嫌だなと思ったら逃げたいな、そういう心もですね、こういう怒りの心につながってくるんですね。で、むさぼりは先ほど言ったように思い通りにしたいとか、好きなものを近づけようとする、そういう心のことでした。で、怒りは思い通りにならないというところから起こってきて、で、嫌いなものを遠ざけようとする、そういうものが怒りの心ですね。で、このどちらもですね、思い通りにしたいっていうのが中心にあるんですね。自分の思い通りにしたいというのがむさぼりですし、その思い通りにならないから怒りの心が起きてくる。だから自分の思い通りにしたいという自分本位の思いがですね、中心にあるんですね。で、この自分本位にしたいという思いであったり、この自分本位に生きているあり方っていうのを愚かさって言ってます。愚かさ。ちょっと愚かさって難しいんですけどね。自分本位に生きてしまわざるを得ない自分っていうかですね。どうしても喉が渇いた。その喉が渇いたちょっとの水とかを争い合うというかですね。そういうなんか人間の愚かさもあるような気がいたします。今もね、戦争があっておりますけれども。自分本位のあり方。そういうあり方に流されないようにしようというのがですね、この2つ目の内容かと思います。自分本位のもっと欲しいというむさぼりに流されない。自分本位の思い通りにならないことから起こる怒りに流されない。で、自分本位であることに流されない。そういうことが言えるかなと思いますね。で、自分本位に流されないということがそのまましなやかな心と振る舞い、しなやかな心とそのしなやかな振る舞いにつながってくるんだ。そういうことかと思いますね。で、日々の生活の中で、欲に流されないとかですね、怒らないということはなかなか難しいことかもしれません。非常にですね。で、そのいかに難しいかというのは実践してみて初めて気づかされるようにも思います。
意識して初めてですね、自分がいかに欲に流されていたのかな。そういうふうに思わないとですね、もう、お腹減った、ポッと食べるっていう。それは別に何もそこに意識してなければ何とも思いませんね。特にお腹が減ったから食べる。でもそのお腹が減ったことは自分のそのもっと欲しいという思いがあって、それで食べてるんだと。そういうことをこう意識するということですね。意識すると、自分にもこの欲っていうのが働いているんだなということに気づかされていきますね。で、また、怒っているということもそうですね。怒っている。今自分怒ってるな。なんで怒ってるんだろうか。そういうのに考えていくとですね、自分が思い通りにしたいという思いがあって怒っているんだな。車バッと割り込みされた。急いでいる時に車の信号渋滞にはまってしまった。バッと怒ってしまいますけども、それはやっぱり自分がこう生きたい、もっとスムーズに生きたい、そんな思いがあるから起こってしまうということがあるんですね、やっぱりですね。で、意識しないと、自分本位に生きているということにもなかなか気づきとか自覚が生まれません。で、こうした仏法を聞く、お弔問とも言われますけども、仏法を聞くことは、その自分本位の自分に気づかされていくっていうんですかね。そして、人間がこう作り変えられていくというふうなですね、そういう表現をされている方もおられます。これまで良しとしてきたことが、なんかちょっと良しと思えなくなってくるとかですね。新たなこれがいいんじゃないかという価値観が育まれてくる。そういうことがですね、仏法を聞くということになるかと思いますね。で、先ほど習慣と申しました。この私たちの誓いのところには、こういう習慣を作っていくことがいいんじゃないか。こういうことを心がけて日々過ごしていくといいんじゃないか。そういうことが書かれていると申し上げました。一つ目は和言愛語。穏やかな顔と優しい言葉遣いを心がけてみよう。で、今日はですね、むさぼり、怒り、愚かさにちょっと流されないようにしてみようか。そのように心がけてみるということですね。そういった習慣を、それを習慣化していく。塵も積もれば山となるという言葉がありますけどね。一日のことが、だんだんそれが1ヶ月、1年、一生となっていくと本当に大きなものになっていきます。習慣、日々の行動がその人間を作ると言いますけれどもね。もう良き習慣、日々触れているもの、またそういった習慣、日々行う習慣というのを見直してですね、いくことで非常にまた良い日々が遅れてくる、そういうことにもつながってくるのかなと思います。今日は私たちの誓いのですね、2つ目の文章についてご一緒に味わわさせていただきました。最後に今一度ですね、この文章をですね、読ませていただいて終わりとさせていただきたいと思います。それではご一緒にご唱和くださいます。一つ、むさぼり、怒り、愚かさに流されず、しなやかな心と振る舞いを心がけます。心安らかな仏様のように。ようこそですね、朝参りにお参りくださいました。何万ダブス、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 何万ダブス。